こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日はスピ能力は誰でもあるっていうお話をしたいと思っています。スピリチュアルな能力って本当に誰でも持ってるんですよね。で、持ってない人はいないんですよ。もともとだから私たちってなんていうのかな、宇宙人でもあるわけだからっていうか、もうその感覚の方が私たちですから、ない人っていないんですよね。そうだ、それでアネモネのアネモネで本が出たんですよ。でそれの、出版記念講座ワークショップがいつだったっけ、9月の20日の日曜日の1時から5時までワークショップっていうのを初めてやるんですね。でそこではその技術的な部分を、お伝えしたいなと思ってます。だからスピ能力の感じ方とかどうやってキャッチするかとか、あとはだからそういうなんでメッセージの取り方とかそういうのをやりたいと思ってるんですね。それで、ワークショップっていうのやりますので、ぜひ参加していただけると嬉しいです。有料で1万いくらっつってたっけな、なんかそんな感じだったのうろ覚えで今日さっきそのミーティングしてて告知あんましてなかったみたいな感じで言ってて、私もそういえば全然何も言ってなかったって感じですいません、直前になっちゃってすいません。興味ある方はぜひよろしくお願いします。で、こういうなんていうのかな、出版記念ワークショップみたいなやつ、イレギュラー的なところはね、ワークショップっていうのも結構ね声かけていただくんですよ。いろんなところから。でもね、最初で最後かなと思っています。最初で最後のワークショップっていうものかなと思ってますので、全力でやらせていただきます。なんでそれがいつもやらないかっていうのは、単発で教えるっていうのも、私ね結構人に教えるのが好きなんだけど、長期的に人を見るのが好きなんですね。技術ってやっぱり一回じゃっていうかできるようになったりするんだけど、そこをやっぱ成長過程を見るっていうことが好きなんですよ。前にライトワーカー講座っていう今はやってないんだけど、そういう技術を私がお伝えしてでそれを、その技術チャネリングとか、ブロック解除とか、あとはなんだっけ、いろいろその講座の中でお伝えしてて、でその人たちを育てるようなことをやってたんですね。で今その私が、育てた方っていうか、私の講座を受けてくれた方が今そのライトワーカー講座っていうのでいろいろご自身でまた人を育てたりしてやってくれてると思うんだけど、全然それもアレンジしていいよって言って好きなようにやっていいよっていう感じでやってるんですけど、やっぱね技術をねもっともっと長期的にお伝えしていきたいっていうか、人を育てていきたいなと思っていて、だからそっちの方にシフトしていきたいので、単発のものっていうのはもうほとんどやらないです。であとだから今とりあえずねいろいろな経験を一通り積んでもう終わったかなと思ってます。積み終わったことなんていうの例えば本の出版であったりとか、そういうワークショップであったり、誰かとフェスをやってみたりとか、なんていうの、そこでの口ではさやっぱ言えるじゃん、そういうこういうもんなんだろうなとかっていう、なんかイメージとしてはあったりするけど、やっぱりそこを体験してみないと自分でどういう風な気持ちになったり、こういうものなんだ、こういう風な仕組みなんだとかっていうのは分かんないので、私はねやっぱり全て経験をする、全てってわけじゃないけど一通りやっぱり網羅して経験するっていうことを結構するんですね。だから例えばスピリチュアルな能力に関しても、なんて言うんだろう、もともとさ私が例えば能力があったとしたら、やっぱりさない人の気持ちが全然わかんないんですよね。多分できちゃってるわけだから、できちゃってたとしたらどうやったらさその人が何に困ってるかってことも自分では分かんないと思うんだけど、私自分が本当になかったから、やっぱ誰でもそういう能力があるっていうことが言えるし、こうやってこういう風に進んでいけばいいよっていうのは
本当になくて苦しかったから、自分がそこの辿ってきた道をでこう試行錯誤したものっていうのを伝えることができるんですね。経験してきたから苦しかったですよ、自分は。わざわざなんでこんな遠回りしてもともと持ってたら一番良かったのにって思うんだけど、今思うとやっぱり経験してきたからこそ言える言葉があるっていう感じなので、そうなんじゃないかと思うんですよねそうだからそうそう、いろんな経験をね一通り積んで、やっぱり自分自身がやりたいことっていうのはやっぱ誰もやってないことをやりたいっていうことと、あとやっぱり人とかさ、なんかこう企業とかさ、例えば会社と何かやったりとか、そういう感じでやると疲れる疲れるっていうのがいいんだけど、わがままだし波動が一番大事だから、自分にとっては。でもやってみないと分かんないからね、誰かと一緒にやるっていうことも一つの経験としてやらせてもらってあれなんだけど、頑張った苦笑い頑張ったみたいなところ頑張ることもできたし、経験だね、これはやっぱり私はもう楽だなみたいなとこ分かったし、やっぱりこう自分自身がなんていうのかな、自分の独自の道を進もうっていうこともやっぱり見えてくるよね、そういうとこで。そうそうでスピ能力に関してね、ちょっと話が長くなっちゃったけど、スピ能力に関してなんですけど、このねやっぱ感覚なんですよ、能力っていうのは。で感覚っていうのはこの肌の感覚とかですね、肌とか心の感覚とかなんだろう、あと感覚ってなんだろう、なんかこう耳とかもこれも感覚か、で感覚に意識を向けていると、思考が止まるんですよ。で思考が止まるから結局すごくいい方向になっちゃうっていう感じだと思うから、感覚に意識を向けながら、スピ能力を上げていくって感じだと思うんですね。で感覚にねやっぱり意識を向ければ向けるほどどんどん自分っていうのは能力が開いてくるんですよ。いつもそんなにね感覚に意識なんて向けないんですよね、私たちって。本当にねこう何にも考えてないって考えてる、むしろ考えすぎてるんだ、そっちだね。なので少しだからそういうスピリチュアルな技術を習ってみるっていうのもすごくいいと思うし、そうするとなんとなく感覚が分かってくる、あこんなもんなんだとか、あこういう感じなんだっていうのも分かってくるから、そういうスピを習うっていうのすごくいいと思うし、あとはでもね習い続けてる人いるんですよね。でも分かんないとか言ってる人はやっぱり大したことじゃないんですよ。難しいっていう観念が入っているからそれをやっぱ書き換えなくちゃだよね。そこだけがね能力を落とすんですよね。だから難しいって思い込んでたりするから、私たち誰でも持ってる能力絶対持ってるんですよ。だけどその感覚をあんま使わなかったりするから、使わないようにできてたりして、それで結構こう自分は能力ないんだなって使うチャンスがなかったりしてね、そう思ってたりするんですけど、感覚なんですよ。で例えばチャネリングだとすると、じゃあハイヤーにつながるとしますよね。これはやっぱりハイヤーにつながるって意図してもいいし、安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になるみたいな。じゃあ安心してみようか。安心だなほーみたいになるじゃないですか。安心だなほー、これハイヤーセルフも波動になっちゃったこれいい感じになってるよね。このまま一つなんか投げてみるとするじゃん。オーダーっていうか、私今いいのかな、こんな感じでいいのみたいな、一回こうバーッと投げるでしょ。でその時にパッとくる直感を拾います。いいよ、パーフェクトだよみたいなそういう感じだから、すごい遊びみたいな、独り言じゃないかみたいな感じなんですけど、こういう感じなんですね。これをもう信じきるみたいな世界ですね。そうだから簡単なんだけど信じられないじゃないですか。こんなバカなことやってんじゃないわよみたいな、お父さんとかお母さんに言われそうだけどよく私ちっちゃい時から言われ、こうバカなことやってんじゃないよみたいな、よく言われてたけど、私昔からチャネリングやってたのかもしれないよね。妄想にふけてたからそういう感じだと思うんですね。そうあとはブロッカージュとかもそうだよね。だからなんかちょっとモヤモヤしたらね、
感覚ですけど、モヤモヤしたらこう前に出してポイッとしたりとかね、これ投げた感じでしょ。でこうまた光を取り入れてる、これだって一つのスピ能力であり、この目に見えないエネルギーを扱ってるってことだから、そういうことだっていいし、例えば何かをお願いしたりとかね、今はそうだな、じゃあミカエル読んでみようね。ミカエル来てくださいみたいな、これエネルギーを扱ってるって感じで、私たちが今意図してミカエルが来た気がするみたいな、エネルギーが来たなみたいな感じだとするじゃん。じゃあ、私のこといつも守ってください、これからもずっと守ってください、私が最善になるようにお願いしますみたいな、お願いします、投げますね。これでもうやってくれたみたいな。でこれに対して結果を期待しないで、いつやってくれるのとか、やってくれてないじゃんとか、もうそういうジャッジしないで、お願いしたらもう最善に今わーっとこうエネルギーが私にとってはなんとなくわっとこう張り巡らされた感じがあったので、別になくても全然いいんですけど、こういう感じで、これだってスピ能力の一つだよね。こんなことってでもやらないじゃないですか。まさかこんなことできるわけないみたいなとこあったりすると思うから、この辺りを、楽しんでやっていただくといいんじゃないかなと思いますね。すごい楽しいんですよ。だからそういう目に見えない世界とともに、だから高次元との共同創造であり、こういう目に見えない世界を楽しんで活用していくっていうのは本当に楽しいことであって、なんかとんでもなくやっぱ豊かだよね。楽しいじゃないですか。だから自分は一人で孤独だって思ってる人だってさ、こんなに高次元の存在って近くにいるんだ、私の言うこと聞いてくれるんだ、なんか頼っていいんだとかね、そういうなんていうの、心強さとかも出てくるし、やっぱり高次元の波動ですね。だからもともとの私たちはこの目に見えない存在っていうのは軽いし、次元が高い存在だから、やっぱすごい気持ちいいんですよ、エネルギーとして、このバイブレーションが。でこれに触れていくと、私たちはやっぱりもともとの自分の波動に戻っていくから、どんどん開いてくるし、楽になってくるし、リラックスできるようになってくると思うんですよね。そうこういうのがやっぱりすごい気持ちいいから、ぜひスピリチュアルなこととかね、自分は能力ないって思ってる人もありますから、どんどんそういうなんていう自信を持って楽しんでバカみたいにやるといいと思うんですよね。私はだからこれからもこういうことをバカみたいなんですけどね、私はねスピ能力がものすごくあるって自分が言ってるわけではなくて、誰でもあるっていうことをお伝えしたいと思ってやってるんですよ。好きですね。目に見えない世界大好きだし、私より能力ある人なんて全然すごいいっぱいいるから、私はむしろだから能力がない方だと思うのね。だってそんな長くないしだけどなんか感覚で私が進んでる方向っていうのは本当に感覚なんですよ。知識とか全然ないから、何言ってるか分かんないもん大体。でも感覚ではなんか分かることが多いから、なんで分かってんだろうみたいな、頭では分かんないくせにみたいな感じで、だからバカだなと思うんだけど、感覚では何かしないか分かるから、その感覚の方に意識を向けて進んでるだけなんですよ。そうだから理屈では分かんない、大体分かんない感じですね感覚ですみたいな感じです。まあそんな感じかな。そうで、アネモネのね、ビオマガジンのワークショップの方ですけれども、水曜日までって言ってたかな、もう締め切りがすぐみたいですね。みんなのんびりしてて、告知忘れてたみたいな私もそうだった、やるんだ告知みたいな感じで一応やりますので、サロンのメンバーはアカデミーやってるので、そっちで結構技術を教えてこれからも行きますので、被るところもあるかもしれないから、興味があったらあれですけど、サロン入ってない方とかが対象になるかなっていう感じがしますので、興味がある方はぜひよろしくお願いします。今はもう100人以上入ってくれてるんですかな。全力で、なかなかない機会なので全力でブーってこう込めてやりたいと思います。こんな感じです。ではまた撮りたいと思います。ではでは。